今回は今人気のネイルタウンで購入したフラッシュパウダーを使ったデザインご紹介していきたいと思います。一つのデザインの中に上から振りかけてフラッシュパウダーを使っていくというやり方でご紹介しています。ではこの中指にデザインしていきたいと思います。今人気のフラッシュパウダーをデザインの中に入れ込んでいきたいと思います。ではまずベースのカラー作りなんですけれども、今回は色ジェルのブルーミングリキッド、これのブラックをクリアジェルと混ぜてカラージェルとして使っていきたいと思います。今回は透明感のあるカラーに作っていきたいので、普段ですねアクリルのカラーを混ぜていくことが多いんですけれども、ちょうどこのブルーミングリキッドがあったので、これがどんな感じにですね透明感を出してくれるのかというのも含めてちょっとこれを使ってみたいと思います。ブルーミングリキッドって染料として使われるものらしいんですけれども、手などにはもちろんキューティクル付近とかに垂れてしまうとなかなか取れなくなってしまうので、それだけ気をつけてあげてください。では早速混ぜていくんですが、ちょっとどんな感じで混ざるのかというのも含めて少量ずつ混ぜているんですが、これ意外とシャバシャバになるのかなと思ったんですが、結構意外にジェルにですね混ざり込んでくれるので、最終的には8滴入れたんですが、8滴入れても分離するような感じはなく、いい感じにクリアジェルと混ざってくれました。でただちょっと一滴一滴がちょっと薄めの感じなので、ちょっと多めに入れていただかないと濃さは出ないかなと思います。そして今回はちょっと奥行き感を出しつつ濃淡もですね楽しんでいきたいので、薄いカラーもですねこんな風にクリアが3に対してブラック3滴で作っていきます。では今作った、濃さの違う2色のカラーを使って、グラデーション作っていきたいと思います。根元グラデーションにしていきますので、まずは濃いめのカラーをですね根元のところに入れ込んでいきます。使っていく筆はインパクトのフラットアートブラシ使っていきます。キューティクルラインに U の字を描くような感覚でですね、まず濃いカラーを置いていただいて、筆を縦向きにしていただいて、この黒のカラーとクリアの境目をですねトントントンと下に動かすようなイメージでぼかしていきます。でところどころですね筆から黒のカラージェルを拭い取っていただいて、境目がかすれるような感覚でぼかしていくのがポイントになってくると思います。そしてもう一つポイントとして、このまま広角するのではなく、この状態でですねもう一度カラーをですね濃いところにのせていくんですけれども、根元のところにU 字の反対を描くようなイメージで濃いカラーをさらにのせつつ、下に引いたジェルと馴染むような感じ、自然にじゅわーっと馴染んでいくところを使いながら筆をですね縦に動かして、爪先に行くほど薄くなるようにですね拭い取っていくような感覚でぼかしていきます。これ筆を縦向けてしまうと筆のラインがですね筆跡がついてしまいますので、筆を寝かすように縦に動かしていってください。で一度硬化していただいて、もう一度ですね濃い部分をしっかりとつけていきます。やっていくことは同じなんですけれども、濃い部分にしっかりと濃い黒のカラーを入れつつ、爪先に向かって薄くなるように筆を縦に動かしながらぼかしていきます。そしてさらにですね今度は柔らかく作った薄めの黒のカラーをですね中間の薄い部分から爪先に向けて全体に薄くこんな風に塗ってください。根元グラデーションだけでもとっても素敵ですよね。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは続いて金箔を入れ込んでいきたいと思います。根元グラデーションの濃淡にプラスして、この金箔をですね入れ込んでいくことによって奥行き感を出していきたいと思います。下から金箔が覗くような感じのイメージでのせていきたいので、斜めラインになるような感じでですねちょっと大きめの金箔を入れつつ、この中間の真ん中のところに関してはちょっと散りばめるような感じでのせていきます。大きめで置いていただいてからですね、あとはピンセットでぐちゅぐちゅっと潰しながらですね散らしていくといいと思います。ではこんな感じをベースにですねフラッシュパウダー早速使っていきたいと思います。ネイルタウンのフラッシュパウダーの、159という番号のものなんですけれども、これ実際に写真を撮る時のフラッシュを当ててみないとどんな色に光るのかがちょっと分かりにくいんですけれども、フラッシュを当てて確認していただくといいと思います。そしてですねこれ全部同じ容器なんですけれども、どんなものかわからなくなってしまうので、後ろについているラベルのものをですねこんな風に切り取って貼り付けてあげるといいと思います。
蓋を開けてみるとこんな感じで普通のラメみたいに見えるんですけれども、ラメのちょっと粒子が細かい感じかなっていう感覚ですね。ただラメに比べると輝きがあるのかというと、輝きはそこまでなんですけれども、この右側がですねラメなんですけれども、ラメより見た感じは輝きが少なく、粒子が細かい感じがします。でこんな感じで全部で19種類ということで、ぜひとも全部使ってみたいイメージはあるんですけれども、その中からですねちょっとチョイスして今回使ってみたいと思います。そしてこれネイルタウンのグロッシートップジェルという、これもサンプルなんですけれども、これノンワイプのトップジェルなのでフラッシュパウダーに使っていきたいと思います。ただちょっと今回使い方を間違えてしまったので、また使っていく時にですね説明していきたいと思います。ではまずこのノンワイプトップジェルをですね、フラッシュパウダーを今回散らしていきますので、散らしていくところにノンワイプトップジェル塗っていきます。これが今まで使っていたノンワイプのトップジェルなんですけれども、これに比べてちょっとどんな感じかというのも含めながら使ってみたいと思います。フラッシュパウダーを一部分に散らしていくときはその部分だけでもいいんですが、今回はこの金箔をのせた斜めラインのところに散らしていくので、全体的にですねこんな風に塗ってまず硬化していきます。では早速フラッシュパウダー散らしていくんですが、シュガーネイルと同じような要領になってくると思いますので、こんな風にスプーンとか何でもいいんですけれども、私はミキシングのスパチュラでですね、こんな風にフラッシュパウダーを取っていただいて、上から指でトントントンとやるようなイメージでですね散らしていくと、この微妙なこの量をですね調整していけると思います。そしてこのフラッシュパウダーの入っている容器を爪の下に置いていただくと、散っていらないものもですねこの容器の中に入り込むので、本当にシュガーパウダーと同じような感覚でやっていただくといいかなと思います。この金箔をのせた斜めラインに根元のところ、先端のところは少し多めに、そして真ん中のあたりはですね少なめにというような感じで散らしていただくといいかなと思います。でこんな風に散らしていただくと、さっきまでシルバーに見えていたものが若干ちょっとゴールドのような輝きになんていうんですかね、変わりつつ馴染んでいるような感じがあるんですけれども、そんな感じで大丈夫だと思います。それで硬化していきます。根元の部分に散ってしまったものですね、しっかりスティックとかで取っていただくといいかなと思います。フラッシュは当てないと輝きがいまいち分かりにくいですが、当てないとですねこんな感じのラメが散っているような感じで、これだけでもとっても素敵ですよね。ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきたいと思います。そして今回もですねグロッシーノンワイプトップジェルでコーティングしてみたいと思います。通常のトップジェルと同じようにですね、できるだけたっぷりめにハケにジェルを取っていただいて、通常通り真ん中からですねサイドのラインという風に塗っていただいて、またある程度塊で取っていただいて、爪先から根元に向けて光のラインを作っていきます。そしてここでちょっと間違えてしまったなと思ったのが、さっきのフラッシュパウダーをのせるのにこのノンワイプトップジェルを塗った時に、その時にも思ったんですけれども、それだけですごく輝きがですねいつもよりすごくツヤがあったので、そのピッカピカの状態でその上に同じトップジェルを重ねると水を弾くようなイメージがあったのと、あとはこんな風に形成で形を作っていく時に、今ちょっと見にくいんですけれども、サイドのところが少し浮いてきてしまっているんですね。ツヤがあるイコール硬さがある感覚になってくるので、削った時に空気がピリッと入りやすいんだなと思いました。ですので最終的に最後の艶出し感覚でですね削りを入れないように塗っていくのがいいかなと思います。それでは続いてですね、最後に少しミラーでアクセント加えていきたいと思います。私のお気に入りミラーセットでやっていきたいと思います。いつも使っているネイルタウンのアイシングジェルと色ジェルのライナー筆を使ってラインを少し入れていくんですけれども、この金箔とフラッシュパウダーを斜めラインに入れ込んでいったので、その、左上ですね向かっての部分と、あとは爪先右下の部分にですねちょっと始まりにアクセントを出すようなイメージで細いラインをですね入れ込んでいきます。こんな風に細いラインを入れ込むことによって、そこにちょっとアクセントを出してくれるので、この金箔のこの始まりのところ
がなんていうんですかね、引き締まって見えるというか強調されるので、そんな風に入れていきます。そしてこのマジックパウダーペン、ミラースティックですね、これも必ずですねキャップを開けていただいたらティッシュでちょっとですねポンポンと取っていただくと散りばる感じがですね半減できると思います。そしてこのミラーパウダーもこのトップジェルのところに散りばってしまっても、通常だとちょっとですね張り付いてしまう感じがあるんですが、それもですねダストブラシで払うと本当にサラサラっと取れる感じがあるので、本当にそれくらいこの艶出しのトップジェルに使っているこのノンワイプですね、硬さがあるんだなと思いました。そして最後にですね、もう一度艶出し感覚でグロッシーのトップジェルコーティングしていきます。これはもうさっさとコーティングしていきます。ゆっくり丁寧に塗っていると弾いてしまう感じがあるんですが、もうさっさと塗る程度であれば弾く感じはないので問題ないと思うんですけれども、もう本当に見ているだけでわかるぐらいもうつるっと滑ってしまいそうな感じぐらいもツヤがあるつるっつるの仕上がりになっています。そして最後の最後にキューティクルオイルで仕上げをしていきます。このグロッシートップジェルのこのツヤの輝きにですねちょっとすごく感動してしまったので、また別の動画で私が普段使っているサロンユーズのものと比べながらですね動画でご紹介していけたらと思っています。楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、こんな感じでフラッシュを当てるとピカッと落ち着いた輝きのものがものすごく光を放つのがとっても素敵ですよね。こんな風に散りばめていくのもデザインの一つとして楽しんでいけると思います。定番の全体に散りばめてフラッシュネイル楽しんでいくのもありだと思いますし、こんな風にデザインの中に入れて散りばめていくのも素敵だと思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。ラメの代わりにもなり、そしてフラッシュを焚くとまたピカッといい感じに輝いてくる一石二鳥のデザインになっていると思います。また次回の動画では使い方を少し変えてご紹介していきたいと思います。楽しみにしていただけると嬉しいです。続いて我が家のちょっとした出来事です。毎年の行事、我が家にもサンタさんがやってきました。上娘と中娘はもうパパママサンタということを知っているので、それぞれに好きなものを、そして我が家のおてんばした娘はまだサンタさんを信じているので、以前にもお話ししていたんですが、ずーっと前からバービーちゃんのバスが欲しいとサンタさんにお願いしてあったので、それをもらえてとっても嬉しそうでした。最終何も気づかずに喜んでくれたのでよかったんですが、実は毎年年末は普段にも増して私の仕事が忙しいので、おもちゃをネットでポチッとしたのはいいんですが、なかなかプレゼント用に包装する時間がなかったので、おもちゃを袋にもうドッと入れてリボンでキュッと結べる大きな袋を買ってあって、それに入れて準備するだけだったんですが、クリスマスパーティーの準備もして、よしあとはもう袋に入れるだけと思って袋に入れに行ったら、バービーちゃんのバスが大きすぎて袋に入らないというハプニングがあったんです。特大サイズの袋を買ったつもりだったんですが入らない。いや、なんとかギリギリ入るんですが、もうパッツパツでもう最後の下まで入らなくって、リボンなんか到底キュッとできるような状態じゃなくて、ですが代わりに包装する包装紙とかもなく、仕方なくこんな状態でプレゼントにしたんです。まさかのハプニングでびっくりしたんですけれども、おてんばした娘はそんなにおもちゃが入っていないことなど全く気にせずというか気づかなかったみたいで、良かったのか悪かったのか分かりませんが、結果よしということで、その後も大喜びでいっぱい遊んでいました。そしてそれでテンションが上がったおてんばした娘はやっぱりおてんばした娘、我が家のちび息子にお菓子が入っていたサンタさんの靴下を足に履かせていました。ですがちび息子も嫌がって泣くかと思いきや、なぜか両足がすっぽりはまっているのが気持ちよかったのか、
逆に喜んでいたんです。キュッと締まっている感覚がなんかいい感じがしたのかわからないですが、おかしなものですよね。そんな感じでいつも賑やかな本当に我が家のクリスマス会なんです。こんな風にいつもバッタバタで疲れてしまうんですが、今だからこそできる子供との時間だと思って大事にしないといけないですよね。以上、そんなこんなの我が家のクリスマス会でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。